ちょ金子でございます。ということで今日なんですけども、ちょっと8月の前半中盤育休を取らせていただきまして、久しぶりに市場にやってきましたよ。で今日が盆明けの1日目です。お盆明け一発目の市場、しかも時間が今8時です。もうあと1時間でこの市場閉まるっていう、もう閉店ギリギリに来ております。台風とかも来てたんで、もうしけで魚少ない、お盆明けで魚少ない、しかも時間もギリギリ、そんな市場どうなっているのか見に行きましょうか。いつものところ、うわー少ない、もうこんな感じです。こういう感じ、もう閉店終わります。魚少ない時はこんな感じです。いいね、魚がない日でも市場の人はみんな笑顔で活気があっていいね。お、サンマじゃないあれ、サンマ14位、ちょっとまだ細いですね。もう秋ですね、売り場が。やっぱ少ないです。金台さんもお盆終わって一発目の日はもうこうですよ、魚みんなないです。暑すぎて魚が取れんのよですよね。上がった時点で死んでるやつ全然ないけどめっちゃいいな、あの目一台。これうまそうだね。うわーいいの入っとる。見て見て、これうまいもんなこの魚、ね。もらおうかな、それじゃあ。三重県ね。三重、お隣は三重です。サンマとイワシももらおうかな。でこれつぶ貝も大きいとこ1個ください、はい、ほら、うわええな、うまいよ。うまい、もう大好きこの貝、はい、というわけで、はい、家に帰って食べていきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。あそこの市場はもう大体僕2年ぐらい通ってますけど、過去1に少なかったっすね。そんな中でもやっぱりいい魚はある。で今日は特に目引かれた4品買ってきました。そしてですね、今日はこちら毎月恒例の朝日さんからいただきました工場出来たてうまさ実感パックを飲んでいきたいと思います。もう8月も終わるのかと実感しますね。もう完全に習慣になってますね。まずはこちらですね、新サンマ。まだちょっとね細めではあるんですけど鮮度はいいですよ。で今年ねサンマが豊漁らしいですよ。でこれイワシも物がいい、素晴らしいイワシ。そしてこの粒、これめちゃくちゃ物がいい、コリッコリしててね甘みがあって美味しいです。そしてこちら、よいしょ、この中にじゃん、こちらがですね目一台ですね、一味台とも呼びますね。クーラーボックスの中に入れて氷を当てずにこういう風に保存してあります。これなんでかというと、氷に直に当てちゃうと死後硬直が始まってきて硬くなってきちゃうんですよね。氷に直接当てなかったらプリプリなんですよ。でこのメイチダイっていう魚はですね、磯の大トロとも呼ばれている魚で、夏場めっちゃうまくなる白身なんですよ。ただ外れ個体が稀にいるっていうちょっとギャンブル性のある魚なんですよ。値段も安い魚じゃないんですよ。マダイより高いです。でなんか話によると、この魚は寝かすとその香りが強くなる個体が多いって聞きました。なんでこのメイチダイっていう魚は、この脂乗ってるこの夏の時期はプリップリの池でお刺身で食べるのがもう最高の贅沢だよっていう風に聞きましたよ。さあそしたら今日はこちらの4品使ってお刺身の盛り合わせ作っていきましょう。早く食べたい。じゃあまず光り物はちょっと置いといて、メイチからさばきますか。サイズは 1kg 弱ってとこですね。じゃあ鱗取っていきます。はい、鱗取れましたら次はエラ抜いていきます。エラの付け根を外してこうですね。お腹を割って内臓を見ていきましょう。素晴らしい、素晴らしい内臓脂肪がありますね。わかりますかね、この内臓脂肪。この肝の色も最高です。これもちょっと食べちゃおう。そしたら今日はお頭付きでお刺身作りたいので、頭ついたままおろしますね。釜下に1本入れまして、でお腹の方から包丁入れていきます。お、まだ生きてますね。綺麗に締めてくれてあります。スッと背中にも1本でね、この個体は当たりですよ。全く臭くない。カルキ臭い魚はさばいとる時で分かりますね。プリップリです。尻尾の方から1本、背中の方にも1本で、こっち側はこう浮いちゃっておろしにくいので、まな板から頭を落として平たくします。そうやっておろすとおろしやすい。うわー、これはすげえいい買い物したかも今日。
いや迷ったんですよ、ブリと。でもブリね、見た感じ油なさそうだったんですよね。でもそういうのも皆さん気になるかなと思ったんですけど、今日はでもやっぱ目一台で正解でしたね。腹骨をついていきます。はい、3枚におろせましたら、ほんの少しだけ塩を当てましょうか。軽くピンクソルト振ります。でこの池の状態でこうやってうっすらお塩振ってあげると、魚の中の余計な水分がダイレクトに出て、身がねもちっとなるんですよ。これ塩締めっていうんですけど、これやるとねうまいですよ。しかもこの魚は育つと思います。ちょっと置いておきましょう。水がね垂れてくると思います。ほらピク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 っと。はい、では10分ほど経過しました。だいぶ汗かきましたね。この出てきた水分は魚の余計な水分です。これは取ってしまいましょう。塩の力ってすごいですよ。あとは切りつける前に皮引いていきましょう。そしたらこれもこの状態のまま7度ぐらいに保ちます。ではお次、松粒ですね。いい松粒だなこれ。つぶ貝はここの延長線上に、ここですね、ちょうどこのフジツボがついてる横ぐらい、ここにアイスピックで、そしたら入ったらそこから断ち切る感じですね。身を断ち切る。でここからも包丁を入れて、ここのラインとここが断ち切れましたら引っ張るとこうやって抜けます。こんだけ大きいとちょっと難しいですけど、はい、こんな感じに取り出せれましたと。ちょっとバラバラになっちゃいましたけどね。そしたらこの蓋を外します。でここ唾液腺、こういうね白いモニャモニャっとしたものがついてますんで、ここは食べると酔っ払ったような感覚になっちゃうんですよね。テトラミンっていう成分が入ってて、あまり食べ過ぎると良くないみたいなので、ここは取ってしまいます。白くてムニュムニュっとしてるんで油っていうんですけどね。で僕このなんか水管みたいなところ、ここはなんかちょっと怖いんでいつも取ってます。多分食べても大丈夫なんでしょうけどね。でこのくるくるっとした先端のところ、ここも新鮮な場合は生でもいけます。新鮮な場合はですよ。でお塩を振って塩もみである程度ぬめりを落とします。で一度洗います。そしたら氷水に同等のお酢を入れます。酢水を作りました。その中に入れてさらに洗っていきます。これやると残ったこのぬめりが凝固して取れます。貝のぬめり取りはこれが一番効果てきめんですね。あんまり長い時間漬け込みすぎちゃうと酢の味が入っていっちゃいますんでね、さーっとこうやってもみ洗いしていくぐらいですね。次はサンマとイワシいきましょうか。光り物は同じケースの中のものでも油のりがね全然違います。この中だとこれ痩せてますよね。でもこっちはちょっと太ってます。イワシもですね、これよりこれがいいですね。お腹触って硬いものがいいですよね。いや本当にいい魚を手に入れたい場合は朝の5時ぐらいから行かないからね。そしたらイワシはまず頭落として腹出しちゃいます。うわいい油。頭と内臓取れましたら尻尾も切っちゃって、まず手開きします。親指でこう入れていきます。こう入れるんじゃなくて親指の腹を少し浮かす。こんな感じです。こう入れてあげると骨がきれいに取れます。こうです。この骨が取りたいんです。このピロピロが。でこの状態になったらこっち側の骨持ってピロピロピロっとめくるとこんなに綺麗に骨が取れます。3枚におろしてしまうとここの骨とここの骨が身に入ったままになっちゃうんですよね。手開きにすると都合よく取れてくれます。真ん中にヒレがありますんで、ヒレのところに少し切り込みを入れて、そこから頭の方からこうめくっていくと。でこっち側も同じように。であとは腹骨が残ってますので腹骨をすけば骨がほとんど入っていないイワシの刺身が完成すると。でこんな感じですね。でお次サンマもいきましょう。サンマは頭落として尻尾の方からここ入れます。そしたらビリーッとお腹の真ん中ぐらい、ここら辺に1本ラインを入れます。1本ガイドラインが入ったらそこからこうです。でピロッと開くと。そして反転させてこっち側も先ほどと同じこのお腹の半分、ここら辺ですね。ここら辺に1本ガイドラインを入れます。はい、ガイドライン入ったらそこからこうです。で尻尾の方まで来たら骨を断ち切ると。そうするとピロッと綺麗なサンマの開きになります。でこれ何がいいかというと内臓がこう包まれてるんでまな板が汚れにくい。
それに何回も何回も魚触らないので手返しがすごくいいんですよね。で僕はここから半分に渡して3枚おろし状にします。で片方に背びれの骨がついてますんで、背びれの骨はこうやって取ります。あとは皮引いていきます。僕は尻尾の方から皮を引いていくと、こういう風にシュッ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 とこうめくってもいいし、頭の方からちょっと切れ込み入れたら包丁の背中を使ってこうやって剥いてもいいですね。そしたら酢水を作ります。今回2つ用意したのはイワシ用とサンマ用で分けました。同じところで洗っちゃうともうごちゃごちゃになっちゃいますから、イワシにはイワシのいい油、サンマにはサンマのいい油ありますから。でこう酢洗いすると光り物の生臭みっていうのがぐっと抑えられます。びっくりしますよ。これはねほんと簡単なんでぜひやった方がいい。白身魚は塩水、光り物は酢水で洗ってもらえたらもう間違いないと思います。丁寧に作れば作るほど美味しいお刺身になりますね。そしたら目一台も皮引いちゃいましょう。うわいい状態これ。そしたらまずは真ん中に1本血合い骨を取っていきます。そしたら皮を引いていきます。目一台は皮が意外と硬いのですごく剥ぎやすいですね。皮目は油テッカテカ。ほらすごいでしょ。そもそも池の状態でこのスタジオまでこのクオリティの目一台が持ってこれたこと、これで勝ちは確定してます。今日も間違いないです。めっちゃ綺麗ですよね。これね皮ついたまま炙りとかお湯かけて油脂もにしても美味しいかもな。この皮もうまいんで肝と一緒にボイルしてつけちゃいましょうか。そしたらお鍋にお塩を入れて、クリスマス島の綺麗なお塩で、そこに肝、そして皮、はい、湯がき終わったら救出で氷水にポチャンと。肝も火が入ったら氷水、水気を取ります。でこのね水気をしっかりとここで取らないとボイルの皮って切れないんですよ。ブニョブニョしちゃって。で冷蔵庫で少し寝かします。そうするとこれ要するにゼラチンみたいな感じなんで、冷やすとこう固まるんですよね。しっかり水切った皮を並べてラップせず冷蔵庫で少し冷やします。はい、じゃあ冷えました。ほらいい感じにパリッとプルッとなりました。でこの皮もこの盛り合わせに入るといい味出すんですよ。ちょっと箸休めしたい時とかにつまめるというかね、結構な量できますよね。はい、では役者は揃いましたので盛り付けていきましょう。目一台の土台こんな感じに頭に大根1個こうやって立てて、で尻尾にも立てました。ほんで今日ね大葉、このタイプの大葉買ったんでかっこよくする裏技があって、この手のタイプの大葉を買った時にしかできないんですけど、束ねてある輪ゴムがこうちっちゃい輪ゴムなんですよ。反対側の目の後ろ、今回ちょうどこう締め跡があったんで、この締め跡のところに楊枝を1本刺します。背びれの一番先端でここに輪っかをかけます。でぐーっとこう持っていきます。でここにかけます。そうすると背びれがピーンと立ってかっこよく見えるんですよね。っていうちょっとした小技でした。お皿です。一味台をセット。おーいいね。ちょうど今日こういう皿なので下に氷入れて少しでも保冷します。で人工海藻を引いてその上につぶ貝の殻を乗せます。これ煮沸消毒はしてあります。さあじゃあいきます。まずは目一からいきましょうか。今日も妻はね自分で切りました。やっぱね切った妻ってすっげえ綺麗なんですよ。ツヤがいいと言いますか。では切っていきます。プリップリ。これねよう切れる包丁じゃないと切れませんね。ここまで弾力のある白身は。今日僕ん家にある一番切れる包丁、これを研ぎ直しておきました。すんげえ切れる。恐ろしい。
でここにポン酢をかければで盛り合わせと皮と肝ポンの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが本日のお作りですね。魚がない中でもいい盛り合わせできます。ではまずはどうしよう、メイチダイからいきますか。わさびを取って、最近僕このきゅうりハマってます。このプリップリの脂の乗った池の白身にこのすりたてわさびはもう最高なんですよ。醤油にちょっとつけて、すごい脂。いただきます。うわ、これやばい。このメイチダイ半端じゃないかもしれん。相当うまいっすね。シャッキシャキの大トロです。そのぐらい脂乗ってますね。臭みは一切ないです。めちゃくちゃうまい白身魚。ここまでうまい白身はこの夏場そう手に入らんすよ。マジでちょっとこれすごいな。想像を超えてきてますね。じゃあ次こちら、皮ポン、皮と肝のポン酢和え。皮からいただきます。あ、うまっ。どんだけでもいける。しっかり皮にも味がある。肝はどうでしょう。ちょっと臭いね。僕は好き。粒がいきましょう。こちら本当にこの粒貝っていう貝はうまいよね。貝のお刺身大好きなんですけど、そのジャンルの中でもこの粒貝の刺身はベスト3には入ってきますね。赤貝、本ミル、粒貝、ここら辺で甲をつけがたい感じですね。今日の本粒めちゃくちゃうまい。甘みが強くてサックサク。夏場の粒貝ってうまいんですね。いや、これはちょっともう、出そう中盤で。本日はこちらのスペシャルデラックスなお刺身の盛り合わせときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ工場出来たてバージョンということでですね、こちらをいただいていきましょう。僕の大好物、出来たての銀色のやつ。さーっと注いでいきます。いい音。今日もしっかり7対3決めていきますからね。このドライの文字のこの下のところに泡が来たらもう完璧です。よし、きたー。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。飲んだ瞬間の飲み応え、そしてパスンとこう瞬時に感じるキレの良さ、スーパードライでしか味わえない躍動感のあるうまさが銀色のやつ。辛口ですね。月に一度の特別なスーパードライ、出来たてはやっぱり美味しいですね。月末の金曜日はそれが味わえて私とても嬉しいです。毎回伝えてますが、この辛口って苦いっていうイメージある方いると思うんですが、そうではなくてですね、辛口っていうのはですね、飲み応えがあってキレがいいんですよね。本当に何にでも合う。でもね、お刺身に銀色のやつなんだかんだ一番好きかもしれん。さあ、間に銀色も入ったことですし、じゃあ光いきましょうか。光り物。まずサンマ、もう出始めのサンマ、新物です。僕今年初めてです。今日わさびでいきましょうね。生姜醤油でもうまいですよね。いただきます。素晴らしい。やっぱサンマの刺身はこう出始めとか終わりぐらいの油が薄いのがいいですよね。油がもうノリノリすぎると、まあそれはそれで美味しいんですけど、このサンマの独特な香り、これがねちょっと感じづらいところあるんですよね。油の薄い鮮度のいいサンマはやっぱ刺身に限りますね。うまいわ、最高。銀色ともよく合うわ。次イワシいきましょう。イワシも良かったですよ。イワシはちょっとすだちの香りをまとわせて、で醤油でいただきます。うまっ。で手開きでおろしたんで骨が気になりにくい。ゼロにはなってませんけど、もうほぼないですね。
大きいところは取れてますから。新銀杏いきましょう。切れ込みが入ってますから簡単にめくれます。このエメラルドグリーンが綺麗ですよね。うわうまそう。塩ちょっとつけてこれでいきますよ。いただきます。うんまっ、やべ止まんない。無意識に手が次の銀杏に伸びてました。これ相当美味しいですね。新銀杏はこんな苦味がね少ないんですよ。ですっげえフレッシュなんです。茶碗蒸しとかに入ってる銀杏とはまたちょっと違いますね。どっちかというとねトウモロコシのような甘さもありますね。シャキシャキしててうまいね。いや市場っていいね。やっぱそうじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はお盆明けの閉店間際の台風明けという超最悪なコンディションであえて市場に行ってみましたけども、いい魚ありました。でもねやっぱ過去一少なかったですよ。で値段もいつもよりちょっとだけ割高でしたね。魚もそうなんですけどお野菜も値段が少し高かったです。なんかの原因でやっぱ高かったんでしょうね。でもやっぱ今日行って思ったのが市場はやっぱ早く行った方がいい。絶対そう。いいのが取られちゃってますね。市場の魚に関しては残り物に服があることは非常に少ないですね。裏から出てきたらまた違うんですけどね。あと今日買った明治鯛のように水槽で生きてる魚っていうのはもうちょっと高いんですけど、いい魚ストックされてる場合が多いですね。ちょっとお裾分けに行った場合は水槽の中の魚狙うのもいいかもしれません。今日の明治は本当に良かったです。もう絶品でした。でサンマもイワシも美味しかったですね。選べばいい魚あります。というわけでですね、今日はこちらの実食の時にいただきました朝日スーパードライ工場出来たてうまさ実感パックですが、毎月月末の火曜日に製造されて金曜日に発売されております。まさに出来たての銀色のやつ、特別なスーパードライです。出来たてのやつ刺身にもやっぱり合うし、これを飲むと月末が来たなと感じますね。でこの毎月朝日さんとのこういうタイアップ動画が出ると同じように思ってくれる視聴者さんがコメント書いてくれてて嬉しい気持ちになります。共有できとるねーって思います。ぜひお近くのスーパーなどで探してみてくださいね。月末の金曜日は出来たての銀色のやつで乾杯しましょう。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。